ミノYou're just like a sweet song playing out in my mind. It's overwhelming. We're just two of a kind. We can let the world spin. ミノさん Cause this love can take all the time. はい、今日はですねオス比べ、やっていきたいと思います通常このミツカンの山吹使ってるんですけれども、今日は、ミノ三年図っていうまた赤図と、あとはこれはミツカンの普通の米図、この3つで、シャリを3種類作って比べていきたいと思います。で、お塩は、石垣の塩で、お米は笹錦で、やっていきたいと思います。どのお魚がどのお酢がシャリが合うのかっていうことを検証したいんですけれども、今日は、中トロの漬けとタイの昆布締め、そして、フレッシュなアジと3種類のお魚をそれぞれのシャリで作って、どのシャリがどのネタに合うのか、そういったことを検証していきたいと思います。はい、そしたらじゃあ最初に米酢から今日 0.5 合ずつやるので、これまず 15mm ですね。で、砂糖が大さじ1の半分なんで大さじ 0.5 ということで、こんぐらいで、あと塩ですね。塩は小さじ 0.5 入れます。これ今から3つ分作ります。シャリの作り方は他の動画でありますんで、そちらを参照ください。混ぜます。酢飯用のお酢とかも市販されてると思うんですけど、自分でそこにちょっともうちょっと酸っぱくしたいなと思ったら米酢足したりとか赤酢足したりとか、そういうことでもいいと思います。こちら3年ミノ三年図で、いつも使ってる山吹ですね。はい、そしたらまず、普通の米酢ですね。本当はヒノキの木の桶とかでやりますけど、実際普通にこういう陶器とか、そのまま普通に炊飯ジャーの釜の中に入れちゃってもいいと思います。時短とすれば。で、ミノ三年図入れます。おー、濃い。すごい濃いですね、これ。もうやっぱり赤酢と普通の、透明な米酢の最大の違いって香りですよね。風味が全然違う。よし。で、最後に山吹。色合い的に言うと、ミノ三年図よりほんの気持ち色が薄いって感じですね。はい。普通の米酢、ミノ三年図、ミツカン山吹。3種類ですね。シャリを作ってみました。まず、単純にちょっとシャリ比べしてみましょう。ちょっと色がわかりやすく、白の器に盛りたいと思います。で、シャリは、多少ですね、こういう感じで、揉み込んどいた方が握りやすいです。少し粘り気を出すっていう感じですね。で、これは綺麗な布でお願いします。よし、じゃあまずシャリだけで比べていきたいと思いますので、シャリ玉作ります。ミノ三年図ですね。
そして山吹。山吹とこの美濃三年図を買った理由っていうのが、レビューが良かったのと、普通に一般的に通販で購入が可能っていうことなので買いました。はい。まずじゃあ一番ニュートラルな、米酢から。いわゆるシャリですね。次は、美濃三年図ですね。もう違いがすごい。苦手な人はもしかしたら苦手かもしれないですけど、僕も最初赤酢苦手だったんですけど、食べてるうちに赤酢の方が全然美味しいなと思うようになって、とっても味に深みがある、なんか赤酢が持ってる独特な風味がとっても感じられる、お酢じゃないかなと思います。で、山吹いきます。これ全然違いますね。やっぱこれとこれの間っていう感じの、色合い的にもそうなんですけど、味的にもそんな感じがしますけど、なんか山吹が持ってる、何なんですかね。やっぱり熟成されてるからですかね。こっちの方が癖は強い気はするんですけど、こっちの方が何ですかね。僕は美味しく感じました。で、山吹はちょっと食べ慣れてるせいもあって、こんなもんかっていう、正直そんな感想ですね。ただ食べやすさで言うと多分山吹の方がいいんじゃないかなと思います。これとこれとこれ。よし、じゃあ握っていきます。はい、で今日のネタですね。毎度おなじみなんですけど、アジ、タイの昆布締め、赤身がなかったんで中トロの漬けになります。これをそれぞれ、この3種類のですね、一緒に握って味比べをしていきたいと思います。じゃあまずアジから3貫取れるかな。で今日ちょっと生姜がなかったんでわさびで握ります。よし、できました。はい、できました。よし、じゃあちょっとアジ食べていきます。まずは、普通の米酢の方からいきます。こんなもんですよね。普通に美味しいです。じゃあ、美濃三年酢。なるほど。ちょっと山吹もちょっと最後食べます。はい。ちょっと味ランキングで言うと1位、2位、3位って感じです。なんかストレートにこう美味しいなって思ったのが米酢で、ちょっとこの美濃三年酢だと少しなんか苦味みたいな感じで出てきたなっていう感じです。で、山吹は僕いつも食べてるので、いつも通りって感じなんですが、それ意外にも米酢が美味しかったなと思います。じゃあちょっと次いきます。次はこの、昆布締めですね。いい感じですね。よし。
ちょっと味が予想外でしたね。練りわさびっていうのもあんま良くないかもしれないけど。よし。で、三年酢。山吹。はい。よし。できました。完成。米酢からいきます。いつものお寿司屋さんって感じですね。身の三年酢いきます。なんかタイの昆布締めのこの甘みの感じと身の三年酢の濃い深い味がすごいなんとなくマッチしてる感じしますね。山吹いきます。はい。出ました。1位、2位、3位。ということで、1位が身の三年酢、2位が山吹で、3位が米酢ということで、なんとなく白身は米酢っていうか、白いシャリの方が合うのかなっていう風になんとなくの先入観だったんですけど、意外にもこの濃い身の三年酢の方が僕的には合ってるような感じがしました。はい、次いきます。よし、じゃあ漬けですね。この中トロうまいですね。油がすごい。ちょっとわさび少なめでいきます。なんかいつも練りわさびでやってないので、ちょっと今日買うの忘れちゃって。この中トロすごくいいですね。もちろんスーパーなんですけど、ほい。1日漬けてたんですけど、結構いい感じに使ってます。赤身だったら多分浸かりすぎちゃうと思うんですけど、中トロはやっぱり油があるんで、いい感じに弾きながらゆっくり染みていった感じですね。はい、山吹きいきます。よし、完成です。中トロ赤身ですね。食べたいと思います。ちょっとだけ煮切りつきます。まず米酢の方から。うまい。結構やっぱ中トロの存在感がすごいので、正直米があるかなかろうがあんまりちょっとよくわかんないっていう感じかもしれないです。ってなるとこっちがなるほど。結構そのネタもインパクトが味があって、シャリもインパクトが味があるので、少し気持ち喧嘩してるような感じがします。山吹いきます。はい。1位山吹、2位米酢、3位身の三年酢ということで、一番そのバランス的には山吹ぐらいが中トロちょうどいいなと思う。シャリの感じも味わいながら中トロのこうガツンとする感じもこう味わえると。いや、すごく面白い検証結果に、なったんじゃないかなと思います。はい、検証結果が出ました。アジの時の1位は米酢で、2位山吹で、3位が、身の三年酢ということで、光り物のなんていうかこうフレッシュな感じをこうそのままスッとこう味わえた時に、あまり特徴がない米酢の方が、もしかしたら合うのかもしれません。そして、昆布締めの時の第1位が、身の三年酢で、2位が山吹で、3位が米酢ということで、その、昆布締めの持ってる昆布の旨味、甘さと
こう米酢の赤酢の持っているミノ酸ネンズの熟成された赤酢の、独特の風味だったり、香りがこういい感じに混ざり合ってこう調和するっていうところで、良かったんじゃないかなっていうふうに、思います。そして中トロは、1位が山吹で、2位が米酢で、3位が、ミノ酸ネンズとなりました。やっぱ中トロのその存在感っていうところの邪魔をせずにもある程度シャリを感じれるっていうところで言うと、山吹ぐらいがちょうどいいのかなというふうに思います。なのでネタによってシャリを使い分けるっていうこともできなくはないと思うんですけど、正直めんどくさいので、トータル総合点で言うと、こいつが2位が2回で1位が1回っていう形になったので、トータル山吹が、チャンピオンとさせていただきたいなというふうに思います。そのシャリ1種類でやるんだったら山吹で、もし2種類で、お寿司を楽しみたいんだったらこの2つの、ミノ酸ネンズと米酢を使い分けて、ネタによって変えるとですね、面白い感じになるんじゃないかなと思います。ということで僕は基本的にめんどくさがりで、一つのシャリでいきたいので、これからも山吹を使っていきながら、たまに、変化球としてこういったミノ酸ネンズもですね、入れていってその日の気分で選んでいきたいなというふうに思っております。ということで、今回の検証動画、初めてこういう検証動画やってみたんですけれども、終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Turning the page, I'm trying to pace my days. I'm starting to face, I'm starting to face my face. But I like my pace, I love my pace, I love my pace.